こんにちは、加藤です。今日はですね、前回キャンバスの剥がし方という動画を上げたんですが、今度は貼り方について説明していきたいと思います。まず用意するものなんですけれども、今回はこの前回同様 F8 の剥がし終わった木枠ですね。再利用なのでタックスの後こんな風に釘を抜いた後ですね、残っていますけれども、これを利用して貼っていこうと思います。そしてこれがキャンバスの布、もうすでに地塗りのしてある市販されている、俗にカットキャンバス、このサイズにちょうど切ってね売ってあるキャンバスです。はい、他に貼るために必要な道具はこれです。これはキャンバス貼り機と呼んでいますけれども、引っ張るためのプライヤーですね。ここが広くなっていて、でゴムが上下2枚挟まっています。旧タイプというか、昔はこれ金属鉄製でこの部分がこうギザギザの刃になっているのが多かったんですが、それってキャンバスをこう挟んで引っ張るときに非常にこう滑りやすかったんですね。でこのアルミ製でゴムパッドのついたタイプが出てから、これに勝るものはないというか、必要十分な、貼る力を持った貼り機になります。ちなみにこれ結構強力で、どのくらい強力かっていうと、非力な女子高校生でもキャンバスをこう破いちゃうとかね、木枠がひん曲がるとか、ちょっとこう思い切って力を入れると、そのくらい力を増幅してくれるというか、貼る力は強いです。で次に、これはもう20年くらい以上か愛用しているガンタッカーです。ホームセンターで売ってるんですけれども、いろいろなタイプがあります。でその中で私がおすすめするのはこのマックスというメーカーの、型番は TG の A って書いてありますね。これ非常に6500円くらいかなで売ってますけれども、一生使えると思うのでこれがおすすめです。ただ結構ね、これね、この手のサイズというか大きいんですよね。なので手の小さい女性とかはちょっとね、ここがね届かないというか、うまくねパチンとこうレバーが引けないかもしれません。そういった場合はこれより小さいタイプの、中にはプラスチック製の軽いやつとかあるので、そういったのでもいいんではないでしょうか。この後ちょっと説明しますけれども、使えるステープル、針の大きさが違うんですね。限られちゃうので、なるべく大きな方がいいんですけれども、手が小さな方はこのレバーの位置がもう少し下の、ホビー用って言われる少しこう華奢なガンタッカーでもいいと思います。はい。で重要なのがこのステープル、ホチキスの針、芯というか針ですね。こういったタイプなんですが、一番のおすすめはこれです。ここが重要な部分で、肩幅 12mm の足の長さが 13mm、この横幅ですね。この横幅が 12mm、深さが 13mm っていうのがおすすめです。ある程度深さがないと剥がれやすいというか、強力に固定できないので、このサイズのステープルが使えるというとこれになるんですね。なんですけれども、足の長さが長ければ、つまり差し込む分量が多ければ深ければ、その分力がいるんですが、中にはこういう幅は一緒で足の長さが 10mm、 こんなやつですね。はい、ここですね、 10mm っていうタイプもあります。で力のない方とか、スピード重視の方、つまり貼って剥がして貼って剥がしてをしょっちゅう繰り返す受験生みたいな人には、この足の長さが 10mm でもいいんではないでしょうか。理想を言えばこっち足の長さ 13mm だけど、スピード重視、何度も貼って剥がしてを繰り返すような方とか、強度を求めない、つまり貼ってから書き終わったらもう剥がしちゃうくらいに考えている方は、足の長さ 10mm でもいいと思います。で、先ほど言った、サイズの少し小さめの、プラスチックでできた、ホビー用のガンタッカーっていうのも確か 12mm、10mm は使えたと思うので、
最低このステープルが使えるタイプをお勧めします。はい。で、今日はこのちょっと短い足の長さが10ミリのタイプを使ってやっていこうと思います。はい。まず準備なんですけれども、ガンタッカーの使い方ですね。これを、まずは針をセットします。すごい、汚れていますけれども、気にしないでください。ステープルをセットするには、ここレバーを押して引き出します。ここですね。ここに入れます。向きはこの向きですね。カチャッと。こんな感じでセットします。はい。もう一回見てみましょう。ここのレバーを押して引き抜きます。で、ここにステープルがセットされています。はい。これで準備 OK ですね。で、作業するときの、道具の配置って結構重要で、私右利きなので、右手でガンタッカーを打ちます。なので、ガンタッカーは右に置いとくといいです。そして、針機、キャンバス針機は私は左手でこう掴んで引っ張るので、左側に置いておくといいです。次に、キャンバスに合わせて、木枠をセットするんですけれども、ちょっとやってみせますね。こんな感じです。はい、こんな感じで布の表が向こう側、今回床の方を向くように敷いて、その上に木枠のこの文字が見えるように、木枠がセットするときにこっち向きだとね、こっちが内側で少しテーパーかかってえぐれてるんですよね。これが布面に触れるようにセットしてください。こういう向きです。で、だいたい上下左右針代というか、この引っ張る布の量が同じになるように、だいたいまっすぐになるようにセットします。で、これで貼り始めるんですけれども、ガンタッカーの針を打っていく順番ですね。私は、まずは一番この短辺の中心、そこ。2番目がここ。で、シワを作ります。ちょっとね、布を引っ張りながら引くので、シワができます。次に、右か左、左右、長辺の真ん中。で、その4点を打って、少しシワが、ひし形の四角って変だな。ひし形ができるように、シワを作ってあげます。前置きはその辺にして、では早速打っていってみましょう。まず最初にその位置ですね。次にここを打ちます。今こうやってセットした状態で布と木枠を押さえつけたまま起こします。で、ここに中心にガンタッカーを針を打つんですけれども、真横、縦、いろんな向きに打つ人いると思うんですが、私は45度斜めがおすすめです。こんな感じで2つ打っておきます。で、今打った時に力がちゃんとかかっていなかったせいで、最初の一発目ちょっと浮いてるんですよね。これね、本当はね、トンカチで打ってみた方がいいですけど、手元にないんでここでちょっと打っておきます。はい、まず1箇所目止めました。次にこのままこの反対側の位置が動かないようにこう持ったままひっくり返します。こんな感じですね。で、左右のこの針代が同じのを確認した状態で、おもむろに針機で布を掴んで引っ張ります。で、ぎゅーっとこういう状態ですね。この状態からぎゅーっと引っ張って布を貼るんですけれども、その際見えますか？この真ん中にちょっと縦の筋ができていますよね。これがその引っ張った時のシワがこんな風に、表はちょっとあんま見えないかな。こんな風にシワができます。このシワの出来加減を見て、このシワの加減ですね。引っ張りすぎると急激なシワになりますし、緩く引っ張りすぎるとそのタルンタルンになります。そのシワの加減を見て、このくらいの張り具合だなって判断して打ちます。はい、こんな感じです。
で、もうちょっと周り打っとこうかな。ちょっと周り打っときますね。この隣。2つ打っときます。どうしてもタックスに比べてガンタッカーは、この止める力弱いので、ちょっと補強も兼ねて、最初と2回目、2個ずつ、2点ずつ打ってあります。はい、今、シワがこんな状態ですね。で、次にここを引きます。3箇所目、真ん中を掴んで、ぎゅーっと引いて、ここに三角形のシワができるようにですね、こういうシワができるようにここを引っ張るんですけど、この時のコツは引っ張りすぎないことです。布の真ん中よりも手前側のたるみを取ってあげるというわけで、引っ張りすぎると真ん中よりも向こう側の布までを引っ張っちゃうんですね。つまり真ん中を通るこの布の線がちょっとこっち側に引っ張られた状態になったりすると引っ張りすぎです。なので加減としては半分から手前側分だけを引っ張る感じ。ちょっとここは加減が必要な。ぎゅーっと引っ張れるだけ引っ張ればいいっていうわけではないです。はい、こんな感じで。これもなんかちょっと浮いてますね。はい、3箇所目打ちました。今ね、こんな感じです。ここちょっとシワ、影の具合でわかるかな。シワがちょっとできています。で、最後、4箇所目。これはもう最後なので、結構強めに引いています。はい。なんとなくひし形って言ったの分かりますかね。こういう形で、四隅というか真ん中で引っ張られている感じになります。はい。で、ここから先は、中心から外へ向けてどんどん打っていきます。で、その際に、いろいろな本で、ここを打って、向こうを打って、ここを打って、こっちを打って、で、均等に順番にこう打っていくっていうのを推奨しているのもあるんですけれども、一本ずつじゃなくて、例えば私ですと、ここを打って、その隣も打って、で、ここを打って、その隣も打ってっていう感じで、1点ずつじゃなくて2点ずつくらい進めていっても、綺麗にシワが取れる場合があります。その辺はその人の技量によるんですけれども、教科書に書かれてある通りの、もうここ打って、ここ打ってっていうので、時間食うよりも、続けて2つずつくらい打っていっても、特に問題ない表です。はい。では、ここから先はどんどん行ってみましょう。はい、コツは前回もちょっとお話ししましたけど、つま先でちょっとね、木枠を押さえておくと両手が空くので作業がしやすいです。で、これ布を引っ張る時の、針機のセットする位置なんですけれども、もうここすでに止まっていますので、ここにかからないように、これだとここもう動きようがないのにこっちを引っ張るってことになるので、ちょっと避けて、ここよりもこっち側に出た状態で布を引っ張って打っていきます。感覚なんですけれども、これ正確によりますが、几帳面な人は結構感覚密に、例えばこのくらい、今これで3、4センチくらいですかね。もう1点打ちます。こんな感じで。ステープルの針の位置をちょっと避けたところで布を引っ張って、少し間隔狭めに、タックス、もともと打ってあったタックスの間隔よりも少し狭めにステープルを打っていきます。はい、反対側いきます。ぐっと引きながら、こんな感じですね。ぎゅっと引きながら、はい、今この状態で布のシワの具合はこんな感じです。見えるかな。この辺ちょっとこう細かいシワが見えていますけれども、今度はこの長辺側引っ張っていくので徐々になくなっていくと思います。はい、じゃあこの調子でどんどんいってみますね。ステープルを少し避けたところで、針木をセットしてぎゅーっと引きながら、ここは3点くらいまとめて
こんな感じです。シワがだんだんなくなってきたの分かりますかね。はい、続けていきます。はい、これでだいぶ見えてるシワは角にねちょっと残すのみっていう感じになったと思います。はい、で見ると今ね端からだいたい10センチ弱くらいのところまでステープル打ち終わったところです。でここから端の処理をしながら最後決めていきたいと思うんですけれども、どうしようかな。この長い辺を先に打って短い辺で端の処理をしようと思います。はい、もう一息いってみましょう。角まで打ちます。ここまでですね。これで短い辺の角は完了と。はい、こんな風に綺麗に留まりました。で最後この長い辺留めていきます。はい、用意したのはまたマイナスドライバーです。これを使って角の処理をしていきます。この部分ですね、よく見ていてください。はい、また足でちょっと押さえて、ここをですね、斜め45度になるように止めていきます。はい、よく見てくださいね。まず角を内側に巻き込んで、このマイナスドライバーでこの部分をぎゅーっと押し込みます。こういう形で押し込んで、角がこういう風な45度に折り込まれるように形を整えてあげます。こんな感じです。で、この形のままキャンバス張り木でまとめて布を掴んでぎゅーっと引っ張りながら最後留めます。ここは2箇所留めます。ちょっと強度を上げるのに。こういう感じですね。はい、反対側もやってみせますね。まずここを内側に折り込んで、ここが、ちょうどこう90度、この部分ですね。ここがこういうふうに90度になって、ここが45度になるように中からこうやってマイナスドライバーの先を使ってね、ちょっと布を押し込んで形を整えてあげるんですね。こういう形になります。こういう形です。でこれをまとめて、張り木で掴んで引っ張って固定します。でこの時は、ここにちょうどクロスするようにこういう向きに留めた方がいいですね。はい、こんな風に留まりました。はい、マイナスドライバーの先端を使って、これね、使わないとじゃあどうなるかっていうと、こんな風な形になってかっこ悪いんですね。この部分の角度が奥まで入っていないと直角にこうなってくれないので、はい、ここの延長上ですね。この部分をしっかり押し込んで、角の形をきれいに整えてあげます。こういう風に。で、まとめて、張り木で掴んだら、ぎゅっと引っ張って固定していきます。
というわけで、このマイナスドライバーも剥がすときに使うのと、あとこの最後角をこうやって差し込んで押し込んで決めるときに使うので、剥がすとき貼るとき2度使う形になります。はい、以上でキャンバスの貼り終わりです。音聞こえますかね。これが手張りというか、ハリキャンとは違うテンションの高さ、分かりますか。できることなら、絵を描く前日に作者が自分でこうやってキャンバスをぴったりときっちりとテンション高めに少し貼っておけると、次の日気分よく絵が描けていいと思います。はい、以上で今日の動画は終わります。皆さんもちょっと、絵を描き慣れてきて、キャンバスが何枚か溜まってきたら、中にはね、こう描き損じたキャンバスもったいないなんていう方は、布だけ買って貼り直してみてはいかがでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。